はい、今回ですね、愛知県のファンルーチェさんが製造販売しております新型カムロードベースのキャブコンイグアスダブル、こちらをですねご紹介していきたいと思います。はい、今回のですねこのイグアスダブルベース車両がですね新しくなったんですよ。これね、カムロードというですねトヨタさんのベースを使ってはいるんですけども、衝突安全防止のですね装置が充実したのと、今までのね車両はリアのタイヤがシングルタイヤだったんですけど、今回からねもうダブルタイヤに変わりました。ですのでより安心、そして、ね、より安定感のあるキャンピングカーにね生まれ変わったんですよ。で、以前の動画でもですねこのイグアスダブルをねご紹介してたんですけど、今回ね少しベース車両も変わりましたし、室内の雰囲気もですねちょっと変わったところがありますので、その辺も詳しくレビューしていきたいと思います。はい、この動画を見ていただくと新しくなったイグアスダブルについて詳しく分かりますので、ぜひ動画の方も最後までご覧いただければなと思います。ちなみにこのチャンネルではキャンピングカーやキャンピングトレーラーいろんな種類をご紹介しておりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではイグアスダブルの外装をご紹介します。ベース車両は新しくなった新型カムロード、外装も少し衣装が変更しました。助手席のすぐ後ろには車両用のバッテリーが装備されております。そしてエントランス横にはこのように防水の収納スペースがあります。車載工具もありますが、小物などを収納することが可能です。この車両は車両最後部に2段ベッドがあるんですけども、その2段ベッドの下は丸々収納スペースとなっております。これだけあると大きなキャンプ道具なども積むことができるかと思います。続いて車両背面側をご紹介します。車両最後部左側にはエアコンの室外機が装備されております。またその横には排水タンク60リッターと、そして給水タンク同じく60リッターのタンクが装備されております。タンクにはこのようにバルブがついておりますので、排水をすることが可能です。続いて右側面をご紹介します。右側面最後部には先ほどの給水タンクの給水口があります。左側同様、右側もこの2段ベッド下の収納のドアを開けますと、左右から物を収納することが可能です。このイグアスダブルはフリールームがあるんですけども、このように外部扉がありますから物を出し入れすることができます。また腹下にはこのように防水収納があります。ここには室内に置きたくない生ゴミなんかを収納することができますよね。オプションの FF ヒーターのマフラーはこちら。その横はアドブルーの給水口、そして給油口があります。運転席のすぐ後ろには外部電源の取り入れ口があります。こちらに専用コードを差し込んで AC100V コンセントに入れると 100V にてサブバッテリーを充電することができます。それではイグアスダブルの室内をご紹介します。シートカラーはオフホワイト、家具色はチークですので落ち着きもありますけども、非常にシックな印象があります。このイグアスダブルのレイアウトはこれからご紹介しますが、キャブコンタイプの中では一番人気があるタイプです。はい、それではですねイグアスの室内をご紹介します。エントランスドアは助手席のすぐ後ろ、こちらにねあります。で、このエントランスドアに関してもこのね2段のねステップがありますし、結構ね幅がありますから、靴もですね4足ぐらいだったらね収納できるかもしれません。はい、そしてこのようにすぐ入って左側にですねこうカウンターがあります。これオプションでもしですねテレビを選択されると、こちらにですね19インチのテレビが置くことになるんですけども、このカウンターねトップがあって、この下にはですねスイッチ関係があります。一番端からねご紹介すると、これね街灯やポーチライトですね、エントランスドアの外側を照らしてくれる照明のスイッチ、そしてこれがねメインスイッチになりますので、中のですね電装品関係を使う場合は必ずねこのメインスイッチを入れます。はい、そしてこれがねデジタルボルトメーターですので、サブバッテリーの電圧をね見ることもできますし、何アンペア使ってますよっていうのもねモニタリングすることもできます。そしてねこれヒーターとあるんですけどね、これねFF ヒーターだとねベバースのヒーターだとは違って、これラジエーターのですを温めた温風が出てくるヒーター、要は、ね、走行用のヒーターなんですよね。で、北海道ってFF ヒーターつけてればいいじゃんって思うかもしれないんですけど、実はですね走行中にこのねヒーターがないと非常に寒いです。運転席助手席の方はねヒーターをかければ結構あったかいんですけども、
キャビン側にですね、こちらにこれだけのスペースがありますから、こうね、ヒーターを入れていただくと、こういうね、足元からあったかい温風、要は車のね、エンジンで温められた温風が出てくるんですけどね、結構ね、こっち側に引っ張られるんですよ。なので、こっちはこっちでこのリアヒーターでね、ここを温めておかないと、走行中はね、非常にですね、寒い思いをします。なので、北海道はね、この FF ヒーターもそうなんですけど、このね、リアヒーターは実は必需品なんですよね。はい、そしてこのね、スイッチの下に関しては、シューズボックスになってるんですけど、このね、感じで2段のですね、こういうシューズボックスがありますから、物を積んだりだとか、靴を入れたりだとか、あとこういうね、外部電源コードをね、この中にしまってるかっていうことができますので、収納兼シューズボックスのね、スペースになっております。はい、そしてこのエントランスドアのね、上には、はい、これ、家庭用のですね、ルームエアコンがついております。室外機に関しては、これ、腹下にね、つけてるんですけども、これね、夏はですね、これがあるとね、もう最高ですよね。このエアコンは、このエントランスドアのすぐね、上に装備されております。はい、続いてキッチンギャレー設備をですねご紹介します。エントランスドアね入ってすぐ右手にはですね1人掛けの短座シートがねありますので、ここにね座ることもできますし、こちら側にですねギャレー設備キッチンがねあります。はい、この上にはですねこのように収納スペースと、はい、これオプションの電子レンジ、そしてこちら側にもね収納スペースがあるんですけど、はい、このような感じでね結構奥行きもねあるので、キッチン関係のねものもたくさん積めるようなねスペースになっております。はい、家具がねちょっと変わった感じがしますよね。前回のやつから比べるとこういうねコーナーのところもちょっとこう装飾品があってですね、ちょっと雰囲気が変わりましたね。あとこの立ち上がってるこの板の感じもねちょっと変わったと思うんですけど、やっぱりね新しくそれぞれがねなってるんじゃないかなと思います。ノブもねこんな感じではなかった。ちょっとね前のやつより結構しっかりした印象があるんですけど、こういう感じでねキッチンも少しね変わっています。はい、そしてこのね照明もね LED の照明もありますし、大きなね窓がありますから、これ夏はね開閉もできますし、ね、網戸にもなるし、寝るときはねシェードとして使うこともできます。はい、こちらにはですね、はい、シンクがねあって、ここで手洗いだとか洗い物もできますし、2口のですねガスコンロがあります。そしてこのねキッチン設備の下にはこのようなねスイッチ関係が集約されております。端からご紹介すると、これオプションのですね1500のインバーター、そしてね各コンセント、そしてこれスイッチ関係なんですけど、照明ですよね。照明の位置だとか、流しのキッチンの照明だとかっていう風にね細分化されておりますので、照明関係でここね細かく入り切りすることができます。はい、そしてこの下がですね、はい、これベバストのヒーターのねスイッチもありますし、これねリアクーラーのスイッチなんですよ。これね、で先ほどあったのはこれリアヒーター、こっちはねリアクーラーですので、夏もですね、運転席だけのねクーラーじゃちょっと物足りないかもしれないので、キャビン側を涼しくするためにはこのねリアクーラーを作動させて、この後ろ側にねこう排出口があるんですけど、こういうところから冷たい風を送ってキャンピングカー全体をですね涼しくしようというね設備がついております。はい、そしてこのね下にはですね、はい、収納スペースがねあります。でこのね上の方に2連装のですねカセットガス供給機がありますので、ここにですねよく鍋とかやるガスをですね入れていただくと、このコンロでねお湯を沸かしたりだとかコーヒー入れたりだとか、そういうことができます。こういう設備に、ね、なっております。はい、そしてねこちらがですね冷蔵庫なんですよ。この冷蔵庫は前回もねご紹介したんですけど、こっちからも開けれますし、こっちからもですね開けれるんですよ。なかなかこっち側ね開けることないかもしれないんですけど、2段ベッドのね下に寝てる方はここから手を伸ばしてね飲み物とか出せるかもしれないんですけど、これ両開きのね冷蔵庫で、ドメティック製のやつなんですけどね、このような感じに3段の棚がついていて、冷凍スペースもね
結構十分な広さがありますので、結構ですね、冷蔵庫も大きめなね、ものがついております。これ両開きのね、冷蔵庫です。はい、このですね、イグアスのキッチンも、冷蔵庫、シンク、調理台のスペースがあって、電子レンジもありますが、ちょっと電子レンジの位置はね、少し高めなんですけども、ここでですね、キッチンとしてはやっぱね、集約されておりますので、使いやすいキッチンじゃないかなと思います。はい、続いて運転席、助手席のですね、このバンクベッドをご紹介します。これ、バンクベッドの板自体がですね、前方側にこれ収納されてるんですよ。なので、ここのスペースがですね、非常に広いです。なので、これだけのスペースがあると、こちら側からね、キャビン側から、運転席、助手席にね、こうスッとね、座ることができるんですよ。これがね、ここまでだったら、一回一回ですね、ここ通るのもちょっと大変なので、ドアから出てね、エントランスドアからこう入ってこなくちゃいけないんですけど、このバンクベッドのこの下の板をですね、前方側にスライドさせることによって、スペースが生まれますから、運転席からキャビン側のですね、行き来が非常にしやすいかと思います。はい、そしてね、このバンクベッドは今ね、前方側にスライドしていて、ここにね、ロックが実はあるんですよ。これをね、倒していただくと、これがね、解除になるんですよ。あとは、こっちに引っ張るだけです。この棚をね。このような感じ。簡単な力でですね、出し入れすることもできますので、ここまでですね、ベッドが来るんですよ。このバンクベッドの板をスライドさせて3分割のマットをはめ込み、そしてラダーを引っ掛けてあげると、この上のベッドで寝ることができます。このベッドは秘密基地感がありますので、お子様には大人気です。またベッドサイズも広いですから 2,3 人は寝れそうですよね。それでは実際にこのバンクベッドに横になってみたいと思います。まず高さですが、このようにギリギリあぐらをかけるぐらいの寸法はありました。まずは一番狭いとされるフロント側。やはりフロント側は多少の圧迫感がありますけども、このように寝返りもですね、打てそうですね。そして真ん中は余裕の広さがあります。縦はちょっときつかったんですけども、お子様であれば3人ぐらいは寝れそうですね。はい、続いてダイネットスペースをですね、ご紹介します。ダイネットスペースは、これ運転席、助手席の後ろのね、こちらのシート、セカンドシートとテーブルを挟んで、サードシート、そしてね、こちら側にも、単座のですね、横向きシートがあって、ここにもですね、実はマットを入れることができるんですよ。展開は簡単です。このポールを抜いて、そして間のスペースにマットをはめ込んであげるだけで完成です。実際に座ってみましたけども、2人ぐらいだったらこちらに座ることができます。続いてダイナイトスペースにも座ってみました。天井方向にも非常に空間が広いですからくつろげそうですよね。サードシートもゆったりしていて余裕の広さです。ダイナイトスペースの上にはですね、収納スペースがあります。結構ね、これ広さがね、あるかと思います。こちらをね、開けると、はい、奥行きもね、40センチぐらいあるかな。結構奥行きもあって、幅もね、これ、60センチ、70センチぐらいかな。これが一つと、あともう一個、こっち側にもですね、収納スペースがあるので、結構ですね、物が積めるんじゃないかなと思います。はい、そしてこの下にはですね、LED の照明、もちろんね、ここで入り切りもね、できるんですけど、照明と、大きな窓があってね、こちら側にはドリンクホルダーがね、4つありますので、ここのね、テーブルスペースをですね、このままフラットで使いつつも、飲み物をね、ここに収納することがね、できるかと思います。はい、そしてそのサードシートに関しては、3点式シートベルトがね、ここにありますので、ここからね、1本、2本かけることができますから、チャイルドシートが必要なお子様だとかをね、こちらに反らしてあげることもできますし、ちょっとね、セカンドシートもこれ、シートベルトがね、2点式のベルトがついてますので、ちょっと後ろ向きになっちゃうんですけど、こちらもね、乗車定員取ってますから、大人数の方でも快適にね、座って旅をですね、楽しむこともできるんじゃないかなと思います。で、展開してあげるとこのような感じで、ここにね、人が座れますし、ここにもね、あとここにも座れますから、結構ね、大人数の方もね、こう宴会できそうなスペースがね、ありますよね。で、こちらのスペースももちろんベッド展開することができますので、このね、ベッドを展開してみたいと思います。
こちらのベッド展開も非常に簡単です。センターのテーブルを取り外してこのテーブルポールを折りたたみます。そのままこの天板をセカンドサードシートの間に落とし込んで背もたれマットを外してはめ込んであげるだけで完成です。大人の方であれば1人ぐらいは余裕で寝れるスペースが出来上がりました。このように私もなんとか寝れることができそうです。はい、サードシートの後ろにはこれね、マルチルームがあります。こちらをね、開けてみると、はい、このような感じですね。結構広いスペースがあります。で、こちらの方にね、照明もついておりますし、換気のですね、ファンもついております。で、こちらは一応ですね、標準装備では何もないこういうね、フリールーム、マルチルームになるんですけども、もしですね、オプションでカセットトイレとかね、あとポータブルのトイレやね、今話題のラップポンだとか、そういうトイレをね、こっちに置くこともできますので、あともしね、トイレとして使わない場合は、例えばね、ここに突っ張り棒みたいなのをして、ハンガーにですね、たくさんね、着るものをかけたりとかして、収納スペースとしてね、収納スペースとして使えることもね、可能かと思います。結構な広さはこれあります。実際にこのようにフリールームに入ってみました。収納スペースとしても十分ですし、トイレを置いたとしても膝がぶつかることはありませんので、非常に広いスペースかと思います。はい、続いてですね、この作業最後部の2段ベッドをご紹介したいと思います。こちらのね、2段目、そして1段目があってね、この下にはですね、一応丸々収納スペースに、ね、なっているんですよ。で、これもちろんね、外からのバケージドアからね、アクセスすることもできるんですけども、室内からもね、こちらを開けると、ちょっと暗いんですけど、このベッド下のですね、収納にアクセスすることもできますので、物なんかをね、ここから出し入れすることもね、できます。はい、そしてですね、この2段ベッド、こういうね、家具のデザインもね、少し変更になりましたね。で、ベッドのね、マットもちょっとこれ厚くなった、ウッドスプリング入ってますね。これね、寝心地はね、だいぶ良くなったんじゃないかなと思いますね。こちらもね、ありますし、こっち側もね、ウッドスプリングですね。で、このようになってますので、結構ね、寝心地は良さそうですね。そして、跳ね上げもね、できます。これダンパーがついてるから、跳ね上げもできるので、こっちは上がらない。はい。ここをね、パカッと開けて、ガバッとね、荷物をね、出すこともできるし、ここからね、こういう風にすると荷物も出すことができるから、結構ね、これ収納スペースのアクセスがね、だいぶ改善されたと言いますか、だいぶ広くなりましたよね。で、こういうね、ベッドの仕組みも少し変わったので、これなかなかですね、ポイント高いかと思います。これね、ちょっと寝心地が良さそうですから、せっかくね、あれですので寝てみたいと思います。まずは1段目のベッドに寝てみたんですけども、2段目のマットを跳ね上げしなくてもこのように乗り込むことが可能でした。はい、ベッドのスペースをね、こんな感じで、私がね、足がちょっとつくかつかないかぐらいの部分で寝てみると、ちょうどね、頭ギリギリ触らないか触るかぐらいのスペースで寝ることができますので、結構ベッド寸法は広いですよね。で、横幅も結構あるから、大人の方は普通に寝る分には全然問題ないね、広さかと思います。続いて2段目のマットにも寝てみたんですけども、このように大人の方が2段目に寝ても全く問題ありません。この2段ベッドもバンクベッド同様お子様が大好きな場所なんですけども、もちろん大人の方がですね、寝る分にも全く問題ないスペースでした。はい、今回はですね、新しくなりましたイグアスダブルいかがだったでしょうか。これやっぱりベース車両がですね、大きく変わったんですよ。衝突安全防止のね、装置が充実したのもありますし、リアのですね、タイヤがダブルタイヤに変わりました。ですので、より安心、そしてね、安全なキャンピングカーに、ね、なったんじゃないかなと思います。そして内装と外装もですね、少しずつね、衣装が変更になりましたので、さらにですね、新しいですね、キャブコンのキャンピングカーに、ね、なったんじゃないかなと思います。何よりこのイグアス W っていうのもね、キャブコンのカテゴリーなんですよ。で、そのキャブコンのカテゴリーの中でもバンクベッドがあり、ダイネットスペースがあって、フリールームがあって、
後ろ2段ベッドがあるっていうタイプがですね、実はキャブコンの中では一番よく売れてます。そして何よりですね、このキャブコンのこの2段ベッドのねレイアウトに関しては、ご家族 4,5 人の方でもですね使いやすいし、ご夫婦お二人でも非常に使いやすいんですよ。で最近私ねおすすめなのは、このフリールームにトイレをね置くこと結構おすすめします。最近ねキャンピングカーね、バンコンに限らずキャブコンにね乗ってらっしゃる方も、実はねトイレを置きたいんだ、トイレ積みたいんだっていう方結構今増えてるんですよ。ですので今キャブコンタイプのキャンピングカーを検討されているご夫婦お二人でも、ご家族ね 4,5 人の方でもですね、トイレルームね置けるスペースがあるキャブコンないかなっていうふうに思っていらっしゃる方は、このですねイグアスダブルがねひょっとしたらぴったりかもしれません。はい、今回はですね新しくなりましたファンルーチェさんのイグアスダブルをですねご紹介しました。また少しでも参考になりましたら高評価の方と、今後もですねいろんなキャンピングカーをご紹介してまいりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。はい、今回もご視聴ありがとうございました。